皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。最初に取り上げる話題はウクライナ軍による遠距離攻撃の成果です。今回行われた攻撃先は2カ所。1カ所目はアフィプスキー製油所で年間生産能力は600万トン。もう1カ所はクイビシェフ製油所で年間生産能力は700万トン。この2カ所です。公開されている映像から攻撃に用いられた兵器は大型の突撃ドローン FP1 と見られます。この映像がこちら。ロシア軍も一応迎撃はしているようなのですが、かなりまばらな銃撃ということもあって撃墜することができていません。そしてもう一箇所の映像がこちら。こちらについてはすでに燃え上がっている状態での映像しかありませんでした。この攻撃を報道する記事。ロシアの石油精製所が炎上。キーウはさらなる攻撃を警告。ウクライナ国防軍はロシア国内及び一時占領地域における戦略目標に対して一連の攻撃を実施したと発表した。ロシア軍に燃料を供給しているロシアのクロスノダール地方のアフピスキー製油所が攻撃を受けました。攻撃後、施設内で大規模な火災が発生。この製油所の年間生産能力は600万トンを超えています。ガソリンとディーゼル燃料を主力製品とするこの製油所は、ロシア軍への燃料供給に従事していると参謀本部は声明で述べました。また、夜間にはロシアのサマラ地方にある年間処理能力約700万トンのクイビシェフ製油所が攻撃を受けました。現場では爆発と火災が発生した。この製油所ではガソリン、軽油、重油、そしてロシアの国防部門で使用されるその他の石油製品を生産しています。今回2カ所の製油所に対する攻撃によってロシア国内の石油生成能力はさらに減少しました。今回の攻撃の成果によりロシア全体で見た場合の失われた生成能力は21% と見られています。今回の攻撃でどれだけのダメージを与え、そして復旧までに時間がかかるかは、これから様子を見る必要があるでしょう。しかし、そのような状況を見ないでも、ウクライナ軍がこうした攻撃を繰り返し行い、まともに復旧させないことが、ロシアに対する大きな打撃となります。一方で、ロシアはロシアで遠距離攻撃をウクライナに対して行っています。ただし、その目標は大きく異なっています。ゼレンスキー大統領、ロシアが交渉ではなくミサイルを選んだと、キーウに大規模攻撃をした件についてコメントしています。ウクライナの首都キーウに対してロシア軍の大規模な攻撃が発生。ロシア軍はドローン約600機と極超音速ミサイルキンジャールを含む31発のミサイルを発射しました。これにより住宅の屋根や幼稚園などに被害が出て子供を含む14人が死亡。38人が怪我をしました。一夜明けて攻撃された箇所について写真が公開されています。どこをどう見ても軍事施設には見えない住宅街の一角に対してロシア軍が攻撃を行っています。当然被害者は全て民間人であり、ロシア軍の攻撃がいかに戦争犯罪を繰り返しているかがわかります。さて、ウクライナ軍による攻撃が繰り返されることによって石油精製所や石油の貯蔵庫、そして軍需産業などに対する攻撃が被害を出しています。そうしたこともあってロシアの大企業が被害補償を政府に求めているようです。大企業がプーチン大統領にドローン対策と被害を受けた工場の普及費用の補償を要求。ロシア産業起業家連合はウクライナのドローン攻撃によって企業が被った損失を補償する仕組みを法制化することを提案した。連合の会長がプーチン大統領に宛てた書簡には石油精製所、冶金、化学企業、そして電力設備がドローン攻撃の標的となっていると記されている。企業はフェンス、カメラ、走行構造物、電子戦システムといった防護装備の購入を含め多額の費用を負担しなければならない。さらに破壊された施設の復旧にも大きな資金を必要とする。企業連合は被害を受けた企業への支援策の導入を提案している。生産能力の回復にかかる実費の 50% 相当の税額控除が提案されている。さらにはこの提案には支援の仕組みが発行された以後の保証だけではなく、現時点、そして過去に起こった被害についての保証も求める内容となっています。財務省はこうして提案された措置の法制化について支持しなかったとこの記事では述べられています。ロシア経済を支えるエネルギー産業なわけですが、ロシア政府としては彼らを助ける気はあまりなさそうです。ちなみにウクライナ軍が各地に対する攻撃を行って大きな被害を出しているという話を連日のようにしています。じゃあロシア軍一体どこを守っているかについての解説もここでちょっとしておきましょう。記事にはなってはいませんが、
ロシア軍の対空ミサイル兵器については、モスクワ周辺に特に密集するように展開されているそうです。新しく塔を建てて、その上に対空ミサイルを配備している場所も、ここ最近では見られているそうです。プーチン大統領は、人口の多いモスクワなどを中心として反戦運動が盛り上がらないように、そうした自分と首都周辺だけに防空体制をかなり充実させているようです。逆に言えばそうしたこともあって、ウクライナ軍による攻撃が各地で成功しているとも言えます。さて、ウクライナ軍の攻撃は石油と天然ガスに関連する攻撃が多いわけですが、ロシアにはその他のエネルギー資源もあります。石炭についてもロシアではたくさん取れます。しかし、今、ロシアの石炭産業は窮地に立っています。消滅の運命、ロシアの石炭会社の3分の2が赤字に陥っている。ロシア国家統計局の統計によると、2025年上半期の石炭会社は約4000億円程度の純損失を被った。赤字経営の企業の割合は 66% に達している。制裁により西側市場から遮断され、アジアにおける需要の落ち込みに直面した石炭会社は6ヶ月間で前年同期を上回る損失を被りました。国内の無塩炭生産量の約 60%、原料炭生産量の約 80% を占めるクズバスでは17の石炭企業が操業を停止し、中には永久に操業を停止した企業もあるとクズバスの知事が報告しています。エネルギー省の推計によると、国内の石炭生産量の10分の1を占めるこの業界の27社が破産寸前の状態にあるとしています。石油や石炭は制裁がかかっても、それでも中国やインドなどが大量に買い付けてくれています。ところが石炭については、なかなか買い手が見つからない状態となっています。なぜならば、石油や天然ガスと比べて石炭はより世界中に多くの採掘ポイントがあり、別にロシア産のものがなくてもあまり困らないという事情があります。あまり目立たないところではあるものの、ロシアの石炭産業、このまま関連企業が次々と経営破綻してほしいものです。さて、ヨーロッパの防衛体制についてニュースが入ってきています。NATO は加盟国すべてが 2% の支出目標を達成すると発表しました。ヨーロッパにおいては再軍備計画の発表に伴って各国が軍事予算をどんどんと増額する方向に入っています。もちろんそれぞれの国によって危機感の強さといったものは異なっています。例えば、ロシアという脅威から見た場合において非常に遠い位置にあるスペインなどは防衛予算を増やすことにかなり後ろ向きです。しかしそのような国であったとしても、全体の方針として防衛予算を増やすということには賛同しており、すべての国が GDP 比 2% 防衛予算を増やすことに成功しているわけです。そして予算を増やすことによって軍需産業に流れ込むお金も増えていくこととなります。ブルームバーグ通信より、ヨーロッパ最大の弾薬工場、ドイツラインメタルが開所。年約35万発を生産へ。ドイツの防衛企業ラインメタルはヨーロッパ最大の弾薬工場を開所した。ウクライナに対する安全の保障をめぐる議論が加速し、ドイツは軍事力の大幅増強に向けて動いている。工場の正式な開所式で、ラインメタルのパッペルガー最高経営責任者は同様の工場を他の NATO 加盟国にも建設し、ヨーロッパ全体での防衛エコシステムを築くことができると飾った。本気になれば、ドイツは早く動けるとパッペルガー氏は述べ、かつてないほど安全保障を自ら担うことが必要とされているヨーロッパの一員として、ドイツは責任を果たしていくと続けた。NATO のルッテ事務総長は、この新工場のような生産拠点が NATO 自身の安全保障やウクライナ防衛への支援維持、将来のあらゆる侵略阻止に絶対的に欠かせないと主張。抑止力は潜在的な敵と実際に戦える能力から生まれる。この点でラインメタルは極めて重要だと述べた。フル稼働する2027年以降は年間で最大約35万発の生産能力を持つ予定。工場は2棟からなり、1棟は155ミリ弾の生産を、もう1棟は装填や組み立て、包装を担う。投資額は約860億円で500人余りの雇用が創出される予定。ラインメタルは同工場で2026年からはロケット弾の生産も行う計画だ。パッペルガー氏はルーマニアに新たな火薬工場を建設することでハンガリーの経済省と正式な契約も結んだ。同氏によると1年半程度で工場は完成する見込み。ドイツラインメタル社の製造能力拡張はかなり意欲的なものとなっています。2022年段階においては砲弾の製造能力は約7万発でした。しかしロシアによるウクライナ侵略とそれに伴う本格的な
攻撃戦が継続的に行われる状況を見て、製造能力の大幅な拡張に乗り出しています。それぞれ目標値ではあるものの、2022年、約7万発の製造能力しかなかったラインメタルは、翌23年には約45万発、そして24年には約70万発、そして2027年には100万発から110万発程度の製造能力を持つことを目標としています。なお、ルッテ事務総長によると、ヨーロッパ諸国の弾薬生産量は2年前の6倍に達しており、2025年末までに砲弾の製造能力は200万発に達するとのことです。こうしてヨーロッパ自身の製造能力の向上と、チェコの進めているような世界市場からの砲弾調達といったものを組み合わせることによって、ヨーロッパはロシアの脅威に対抗しようとしているわけです。それと前回のちょっと続きなのですが、ロシアでは労働力不足が深刻で、南アフリカ共和国から人手を集めているという話をしました。これに関連する別の話をちょっと見ておきましょう。ウクライナの対外情報庁は、ロシアはアフリカ、アジア、ラテンアメリカの国々で無人機製造のための人材募集を拡大しており、ロシア国内のタタールスタン共和国にあるアラブガ特別経済区をそのプログラムの中心拠点にしていると報告した。募集時には貧しい国々の若い女性たちには高い給料とキャリアの展望が提案される。しかし、実際の仕事内容はウクライナへの攻撃に使用される自爆型無人機の製造であることは知らされない。2024年にはモザンビーク、コロンビア、マリ、スリランカを含む44カ国の国民がこの募集プログラムに参加。そして2025年の目標は77カ国だという。南アフリカでは募集にブリックスの組織が利用されたという。南アフリカの女性、青年、障害者担当省は若年層の国民に向けて警戒を呼びかけており、南アフリカ当局はロシア企業の活動に関する捜査を開始したという。無人機製造の拠点では4万1000人分の住居が建設されており、海外から集められた労働者の 90% 以上がすでにこの分野で働いているという。やはり前回の動画でも述べましたが、海外から集められた人々は優先的に軍需産業で働くこととなるようです。当然このような場所は軍事目標ですから、ロシアとしては自国民が亡くならないように他の国々から集めた人々を軍需工場で働かせることにしているのでしょう。最後に取り上げた記事では、ロシアの軍需工場なんだけれどもそこで働いているのがロシア人ではないことも多いよということを示すような内容でした。しかし軍需工場で働いているのがどこの国の人なのかというのは、少なくとも侵略を受けているウクライナ側にしてみれば、そこのことを考慮する必要はありません。何しろウクライナを攻撃するための兵器や弾薬類などを作っている場所なのですから、正当な攻撃目標です。ですから、この件での一番の被害者は、そのような軍需工場で働かされますよということを事前に知らされることもなく、仕事の募集に応じた人たちです。もちろんそれぞれの国における経済的な苦境や生活苦といったものはあるでしょう。しかし騙されてやってきたということを考えると、そのような立場で働いていたら、ある日いきなり攻撃を受けて多くの人々が死傷してしまうというのは、不幸と言わざるを得ないでしょう。しかしそのような不幸の場を設定しているのがロシア当局ということは忘れてはなりません。そもそもウクライナに侵略しなければそのような状況そのものが生まれなかったからです。なお、この記事の中では取り上げてはいませんでしたが、北朝鮮からの労働者についても同様の措置を受けているそうです。北朝鮮からロシアへは兵士や弾薬類だけではなく、一般の労働者などについても派遣されているそうです。工場で働かされる人たちもいれば、軍と帯同して前線近くでの建設工事などにも参加する人たちがいるそうです。塹壕陣地の工事や、それだけではなく前線地域における兵士たちの寝泊まりするための建物を作ったりなども、北朝鮮から送り込まれた労働者や公兵が担当しているそうです。もちろん全体が全体そうではありませんが、そのようにロシア軍の中に組み込まれている人たちも多いという話です。これらの人たちもロシアのために命がけでそのような働きをする必要もないわけなので、完全にキム・ジョンウンが自分の利益のためにそのように人の命を売り払っているようなものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。地上波のニュース報道ではなかなか取り上げてくれないようなちょっと細かい話までこのチャンネルでは取り上げています。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方はぜひとも見終わった後の評価ボタンのクリックや他の方にお勧めしたり、またスーパーチャットなどでねぎらってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。